コパイロットのマックスプランって月に100ドルもするの？高すぎひん？実はそれ大きな誤解なの。200はクレジット枠のドル換算で、実際の月額課金は違うんだよ。じゃあ本当はいくら払うことになるの？教えて。実は100、数字のからくりとあなたが本当に払う価値がある人かどうかまで今日は数字で見ていくよ。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよ実は2026年6月にコパイロットの料金体系がガラッと変わったの。回数制限だったのが使った分だけ差し引かれるクレジット制になったんだよ。クレジット制ってなんかスマホゲームのガチャとか課金アイテムみたいなやつなの？近いかも。 AI が答えを考えるたびに使った分だけクレジットが減っていく仕組みなの。1クレジット 0.01 ドルなんだよ。じゃあ最初に言ってたプロ15ドル、プロプラス70ドル、マックス200ドルってのはそのクレジットの話なの？その通り。その数字は月額課金額じゃなくて毎月もらえるクレジット枠のドル換算なんだよ。よく気づいたね。実際の月額課金はプロが10ドル、プロプラスが39ドル、マックスが100ドル、クレジット枠よりぐっと安いんだよ。めっちゃ安いやん。ほな、コードを自動で保管してくれる機能もそのクレジットで削られていくん？そこは安心して。コードの自動保管とネクストエディットサジェスチョンズはどのプランでも完全に無制限無料なの。じゃあプロより高いプランは一体何のために払うの？保管はタダなんでしょう？そこがこの動画の核心。上位プランで買ってるのは複数ファイルの修正やターミナル操作を自律的にこなす自律エージェントを動かせる限界の広さなの。なるほど。回し車で言うと普通に走る分は無料だけど変速力で長時間回し続けるにはもっと大きい回し車がいるってことか。その例え結構的確だね。実際プロでも重いエージェント処理を使えばあっという間にクレジットが減っていくんだよ。プロの月間クレジットは15ドル分。クロードソネットで AI に40分間作業させただけでその枠のほぼ全部に当たる12ドル分が消えた検証もあるの。たった40分で枠ほぼ全部？僕だったらおやつがあっという間になくなるみたいでめちゃくちゃ怖いよ。そうなの。だからこそプラン選びが大事になってくるんだよ。ここまででクレジットの正体と実際の課金額は分かったよね。でもこのクレジット使い切ったらどうなると思う？で、まさか止まるの？いいところに気づいたね。実はそこが一番の落とし穴なの。そもそもなんでこんな面倒くさそうな仕組みに変えたの？前の回数制のままでよかったんじゃない？回数制だと軽い質問も重いエージェント処理も同じ1回扱いだったの。使う分だけ払う方が実態に合ってて公平なんだよ。クレジットの中身が分かったところで次は枯渇したらどうなるかここから見ていくね。モデルによって消費速度が違うって言ってたけどそれって具体的にどれくらい差があるの？軽量モデルと比べて高性能モデルは消費スピードが最大で約4倍から30倍も違うの。だから使うモデル選びも大事なんだよ。で、さっきの続きなんだけどクレジットを月の途中で使い切ったら実際どうなるの？作業止まったら困るよね。そこ超大事なとこなの。使い切った瞬間エージェント機能とか高度なチャット機能は即ストップ、いわゆるハードストップになるんだよ。即ストップ？昔みたいに遅いモデルに自動で切り替わってそのまま作業を続けられたりしないの？昔はその低速モデルへの自動フォールバックがあったの。でもね、2026年の6月にその救済はきっぱり廃止されちゃったんだよ。ただ救いもあるの。コードの自動保管だけはクレジットが枯れても引き続き無制限で使えるからそこは安心してね。保管だけは生き残るんだ。回し車は止まっても餌皿だけはちゃんと残ってるみたいなもんか。その例え意外と近いね。あと枯れる前にオーバーレイジ予算っていう安全弁を先に設定しておく手もあるの。初期設定は0で超えたら完全ストップ。でも例えば20に決めておけばその額まで従い料課金で機能を続けられるんだよ。オーバーレイジ予算って
つまり使いすぎ防止の上限を自分で決められるってことやな。なるほどな。で、肝心のプランの差はどこなの？わざわざ高い方払う意味、本当にあるの？あるよ。プロは無制限の保管に加えて、クロードコードみたいなサードパーティのエージェント利用と基本のモデル選択ができるの。プロプラスに上げるとクロードオーパス 4.6 みたいな上位モデルが解禁されて、もらえるクレジットもプロの約 4.6 倍に増えるんだよ。 4.6 倍？この一番上のマックスはそれよりさらにどえらいことになっとるんちゃうの？マックスは新モデルや新機能への優先アクセス付きで、クレジットはプロプラスの約 2.9 倍、がっつり回すヘビーユーザー向けなの。しかも消費速度はモデルで最大30倍も違うの。プロでソネットの40分の作業を1回回しただけで月枠ほぼ全額の12が飛んだ検証もあるんだよ。プロプラスとかマックスになるとモデル選べる以外にも何か特別な機能が増えたりするの？プロプラスだと監査ログや GitHub スパークが使えるようになって、マックスだと新機能への優先アクセス権までついてくるんだよ。じゃあ他のツールと比べてコパイロットはどうなの？って気になるよね。次はそこをじっくり見ていくね。コパイロットの中身は分かったけど、他のツールとどう違うんだろう？ライバルもいるんでしょう？いい質問だね。今の AI コーディングツールの市場は大きく4つのサービスがしのぎを削り合ってるの。コパイロット、カーソル、クロードコード、ジェミニコードアシスト、この4強はそれぞれ形も得意分野も全然違うんだよ。4つも名前は似たようなもんだし、 AI にコード書かせるだけなら正直どれも同じじゃないの？全然違うの。まずカーソルは VS コードを元にした AI エディタで、複数ファイルを同時編集するコンポーザーが超強力なんだよ。複数ファイル同時？一つずつ直すんやなくて一気に全部まとめて書き換えられるってことなん？そうなの。ただエディタごとの理解が必要で、プロは月20ドル、チーム版は1人月40ドルもかかるんだよ。コパイロットのビジネス版が1人19ドルやのにその倍以上するやん。チーム導入やと結構響くな。そこが弱みだね。次のクロードコードはターミナルで自律的にコードを書いて実行する力が今の市場で頭一つ抜けてるの。へえ。あ、でもさっき記事で二刀流って言葉見たよ。もしかして剣を2本持つあれのことなの？剣じゃないよ。二刀流は2つのツールを役割ごとに使い分けることなの。エンジニアによくある勘違いだね。クロードコードにはエディタ内の自動保管がないの。だから保管はコパイロットプロ、重い処理はクロードコードで組むのが流行りなんだよ。なるほど、道具の合わせ技ってことか。僕でもいつかできそうだな。じゃあ最後のゼミにはどうなの？ジェミニコードアシストは最大100万トークンの巨大な文脈でコード全体を読めるの。 Google クラウド連携も強みで個人は無料だよ。じゃあ結局コパイロット自身の弱点は何なの？ライバルに負けてるとこもあるんでしょう？正直に言うと、複数ファイルを一気に自律的に書き換えたり、ターミナルを自分で操作する自律性はカーソルやクロードコードにやや劣る場面があるの。つまりコパイロットは幅広い環境で使える汎用性とエンタープライズ向けガバナンスが武器なの。でも比較はできても実際に使った企業はどうだったの？次は生産性データを見てみよう。思えば2026年6月に料金がクレジット制へ変わった時は高いって騒がれたよね。でも実際の生産性データと ROI で見ると印象がガラッと変わるんだよ。待ってました。結局どれくらい速くなるのか、僕らの財布に優しいのか、そこが一番知りたいんだ。まず GitHub と Accenture の共同研究では HTTP サーバー構築みたいなタスクだと完了速度が 55% も向上したんだよ。同じ研究だと開発者が新しく書くコードの平均 46% はもうコパイロットが生成してるっていう驚きの結果まで出てるの。半分近く AI が書いてるんだ。僕が毛づくろいしてる間にコードの世界がすごく変わっちゃったんだな。それに加えて開発タスク完了速度の 55% 向上っていう数字は簡単な HTTP サーバー構築のような検証タスクで測ったものなんだよ。その研究では 87% が反復作業の精神的なエネルギーが減った、73% が集中したフロー状態を保てたとも答えてるんだよ。
精神的なエネルギー、難しい言葉だけど、要は面倒くさい単純作業が減って気が楽になったってことでしょ。そういうこと。次は大企業の実例だよ。金融大手の BNY メロンの事例では、全社員5万人超で開発者の 80% が毎日コパイロットを使ってるの。2989人の開発者を対象にした社内調査だと、コパイロットへの満足度は 86%。歴史的に見てもここまで浸透したツールは珍しいんだよ。銀行みたいなお堅いとこで9割近くが満足って、そら本物やん。ワイもちょっと欲しなってきたわ。ただ正直に言うと、いい話ばかりじゃないの。体感と実測のギャップを指摘する Git クリアの2026年第1四半期の調査も紹介するね。その調査では開発者が 20% 早く作業できたと信じてたのに、実際には完了まで 19% も長くかかってたんだよ。早いつもりで逆に遅くなってたの？それはちょっと怖い話だね。だからこそ感覚じゃなくて ROI で冷静に見るの。時給約$50のエンジニアなら月$19のプランは月たった24分の時短でペイする計算なんだよ。24分の時短でペイって本当にそんな小さな差でいいの？もっと派手な効果ないと払う気しないんだけど。これは開発者100人規模の組織での試算なの。1人1日24分の節約でも年間だと約21倍の ROI になる計算なんだよ。上位のマックスプランでも月2時間強の時短で元が取れる。じゃあ実際あなたはどのプランを選べばいいのか、最後にポジション別にまとめるね。さてモッチーがずっと気にしてた結局自分はどのプランを選べばいいのって問い、今日はそれに立場ごとの答えをはっきり出すね。ここまで料金、機能、データといろいろ見てきたけど、正解は使う人の立場によって変わってくるんだよ。待ってました。僕みたいなど素人でも一発でわかるように立場別にズバッと教えてほしいな、きなこ先生。まず個人エンジニアやフリーランスなら迷わずコパイロットプロの月$10から始めるのが正解だよ。ここが出発点なの。$10か。僕のひまわりの種の大袋が一月分で買えるくらいのお手頃な値段だな。そう。しかも自動保管はどのプランでも無制限だから、月$15分のクレジットが標準的な開発で枯渇することは意外と稀なんだよ。へえ、月$10ポッキリなのに保管は使い放題なんや。それはワイでもめっちゃお得やとわかるで。もし自立エージェントを使い倒して足りなくなったら、月$39のプロプラスに上げるか、月$20のクロードコードプロと二刀流にするの。なあきなこ、僕らのチャンネルも動画編集とか台本作りで使ってみる？経費で落とせないかな。うちみたいな小規模チャンネル運営で AI ツールに課金するなら、まずは背伸びせず月$10のプロから試すのが収益的にも堅実だね。確かにいきなり高いプランは怖いもんな。じゃあ会社のチームでみんなで使うときはどうするの？チームリーダーや中小の開発組織なら1人当たり月$19のコパイロットビジネスがほぼ必須の選択肢になるよ。個人の安いプロプランを仕事でこっそり使ったらダメなの？その方が会社の節約になるよね。それソースコード漏洩リスクなの。差額たった$9で IP 面積とチーム全員で枠を共有できるプール型クレジットが手に入るんだよ。なるほど。安全代込みでたった$9なら安いもんだな。じゃあもっと大きい企業ならどれを選ぶの？エンタープライズってビジネスよりただ高いだけじゃないの？何がそんなに違うの？エンタープライズ単体で月$39だけど、前提となる GitHub エンタープライズクラウド月$21も必須。合わせて実質$60になるの。企業 CTO 規模なら実質月$60のエンタープライズコードベース全体を AI が読み込んで、新人のオンボーディング時間もぐっと短くできるよ。じゃあ今日のおさらいをするね。 GitHub コパイロットの料金はプロが実際の課金で月$10、プロプラスが$39、マックスが$100だったよね。ああ、画面に出てた15とか70とか200ってのは実はクレジット枠のことで、実際に払うのはそっちの安い方の金額なんだよね。そうなの。で、上のプランほど高く見えるのは
自立エージェントをたくさん動かせる利用帯域を買ってるってことなんだよ。なるほど。あとさっき出てたプロビジネスエンタープライズの選び方の比較表、あれ保存しておこう。結局コパイロットの上位プランって高すぎるわな、なんかと2度前取ったのに ROI で見たら全然そんなことなかったやんけ。個人ならプロ、チームならビジネス、大企業ならエンタープライズが目安。迷ったら見返してね。個人はコード保管だけで十分ならフリーでもいいし、エージェントを回すならプロ、チームならビジネスで IP 面積を確保するのが安全だよ。私たちみたいにチャンネルの運営費で入れるなら動画の質が上がって時間が浮くかでペイするか考えればいいの。みんなは今コパイロット、カーソル、クロードコード、ジェミニコードアシストのどれを使ってる？コメントで教えてね。それなら安心やな。で飼い主また新しいサブスク増やしてるやん。Y のやつらいの方が先やろ。もっちー、そこはまず見てくれてる人への感謝が先だよ。運営費の元が取れるのもいつも応援してくれる人がいるからこそなんだからね。それとさっき軽く触れた AI コーディングツールの二刀流運用の話、実はもっと深い工夫や落とし穴があるんだけど、それはまた別の動画で詳しく話すね。うわ、それめっちゃ気になるやん。絶対早よ聞きたいわ。ほな今日はここまでにしとこか。参考になったら高評価いいねしてくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。バイバイ。またね。